KDDI が株式を大量に売却することで京セラ株価に影響が出て、売りのパニックが起きているよ。KDDI の筆頭株主である京セラが 15% の株を持っていて、その売却が株価に大きな影響を与えるんだって。KDDI と京セラの株が下がり続ける予想があり、特に京セラは今後5年間で13を売却する見込みらしいよ。KDDI はデジタル活用の秘書として素晴らしく、未来のコンビニ計画や企業価値の向上を目指しています。配当や優待はあまり魅力的でないけど、長期保有には大きな価値があり、キャピタルゲインより安定したリターンが期待できると述べられています。市場ポジションは堅牢で、新技術の活用により将来的にも成長が期待できると評価され、総合スコアは89点で非常に有望とされています。投資家の心理状況が影響し、全体的に売り圧力が高まる中で、KDDI は長期的に投資する価値があると考えられています。最終的に KDDI は配当やエネルギー、DX 分野の成長から買いと推奨されていて、特に長期投資家に向いています。京セラが筆頭株主になって、1兆5000億円の13を売却する計画があって、売却による信用売りが増えてるって話だよ。ただ、長期的には株価は上がる見込みで、成長している企業なので大きな下落がなければ、下がったら買うチャンスとも考えられるね。具体的には、4550円で購入し損切りラインを4141円に設定するのがいいかもって思ってる。次に紹介するのは東京倉庫で、三菱 UFJ が大量に保有してるから、下げたくない理由があるんだよね。この企業は物流サービスを提供していて、安定した不動産収入も確保してるけど、時価総額が小さいからリスクもあるよ。配当利回りは 4.1% で高いけど、筆頭株主の動向には注意が必要だね。長期的に見ればいい企業だけど、自己資本比率が低くて、リスクもあるから気をつけないとね。いろんな部位が言うことを聞かなくなってきて、成長性の評価は20点で営業収益は増えてるけど、利益率が低下してるって懸念もあるんだ。新しい事業が足を引っ張ってるけど安定した物流、不動産事業があって、成長ポジションは22点、将来性は19点、総合評価は82点で中長期投資的には魅力がありかいと判断されてるけど、株価が不自然に上がってる部分もある。市場の注目度は17点で、配当と優待が15点。でも僕的にはもう9点で評価は68点。業績はいいけど、株価変動が激しいから長期保有がいい。物流と不動産事業を持ってる堅実な企業だと思うんだが、他の人たちが見落としがちな部分もある。購入価格は20万円以下で、1467円の場合は1500円以下で買うのがいいかも。上がった時に美味しい思いができそうだね。三菱 UFJ 銀行が大量保有してる三共成功って企業も見てて、国内外でいろんな事業を展開してる印象がある。ファッションブランドのビジネスもやってるけど、VTUB あるようにはあんまり必要ないかなと思ってるけど利益になりそうではある。OEM の事業があるんだけど、その収益基盤を多角化させてて、株の優待も毎年やってるから3月に注目。配当利回りが高いんだけど、企業の財務や市場の位置づけは微妙で、大きな成長の見込みはないかも。最近の取引は安定してるけど、投資家の関心が低く、また為替リスクや利益率の低下も気になるポイント。配当利回りが高いのは魅力だけど、投資するにはリスクが低い100株くらいを保有するのがいいかもしれない。独自の事業を持つ自信がついたけれど、株の世界でも厳しい面があって、僕の事業も頑張っていく必要があるね。年収ゼロでお見合いがうまくいかない中、新規事業で年収1000万円が可能になると、求められることで自信を取り戻せるようになる。人から必要とされることでエネルギーを得られると気づき、自分の会社を作ることが長生きにつながると信じている。支持をもらいながらコミュニティが成長する様子を楽しみつつ、来年には会社を作る意気込みを持っている。